市場規模2兆円の闇、キャバクラから高級クラブまで客単価と給与のリアル。華やかなネオンの裏側に隠された法律、数字、そして税金。同じように見えて全く異なる4つの業態。キャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック。これらを比較することで日本の夜の経済構造を浮き彫りにします。この動画を見れば4つの違いと意外な事実がわかります。例えば業種別の脱税額1位はキャバクラなんですよ。それではどうぞ。法律、接待の定義という境界線。日本の夜を支配するのは風営法という法律です。キャバクラとクラブは風営法第2条第1項第1号に規定される1号営業に分類されます。これは客の隣に座って談笑するいわゆる接待が法的に認められた業態です。ただし営業時間は原則として深夜0時まで、それ以降の営業は違法となります。一方ガールズバーとスナックは基本的には飲食店営業の枠組みです。深夜酒類提供飲食店の届け出をすれば24時間営業が可能ですが、代償として接待が一切禁じられます。カウンター越しに酒を出すのは給仕ですが、客の手を握る、カラオケでデュエットする、特定の客につきっきりで話す行為は実は風営法違反となるリスクを常にはらんでいます。シューズ2兆円市場の内訳と実数。業界全体の市場規模は約2兆円から3兆円と推定されますが、その中身は驚くほど具体的です。客単価の比較ではスナックが4000円から8000円と最も庶民的です。ガールズバーは5000円から12000円、キャバクラになると15000円から4000円へと跳ね上がり、銀座や北新地の高級クラブでは50万円から数十万円という世界になります。キャストの給与もこの単価に比例します。ガールズバーの時給は1500円から2500円程度ですが、キャバクラでは時給4000円から電名円に加え、指名料のバックが収入の柱となります。店舗数と倒産件数には時代の変化が如実に現れています。全国のスナックは約10万件弱存在し、飲食店の中で最大の店舗数を誇りますが、ママの高齢化による廃業が加速しています。2025年度の統計では物価高騰と深刻な人手不足により、ナイトレジャー関連の倒産・休廃業は過去10年で最多水準を記録しており、特に地方のスナックや中小規模のキャバクラが苦境に立たされています。歴史、昭和から令和へつながる系譜。4つの業態は日本の社会情勢とともに進化してきました。スナックは1964年の東京オリンピック時、風俗営業の取り締まりが厳しくなった際、バーが軽食スナックを出す飲食店として届け出たのが始まりです。日本独自のガラパゴス的な進化を遂げ、地域のコミュニティセンターとしての役割を担ってきました。キャバクラは1980年代、ダンスホールを備えた巨大なキャバレーが衰退する中で誕生しました。クラブの高級感と明朗会計なシステムを融合させたこの業態はバブル経済とともに爆発的に普及しました。ガールズバーは2000年代、風営法の規制を受けない深夜まで飲める安価な場所として不況者の若者のニーズを捉えて急成長しました。事件、ぼったくりと無許可営業の歴史。この業界の歴史は警察による取り締まりの歴史でもあります。最も多いのはぼったくり事件です。特にガールズバーを装った無許可店がマッチングアプリで誘い出した客に数十万円を請求する手口は令和の今でも絶えません。また高級クラブを舞台にした接待汚職やキャバクラ経営者による数億円規模の所得隠しは定期的にニュースを賑わせます。最近では SNS で集客するコンセプトカフェが実態は無許可のキャバクラ営業であるとして一斉摘発されるなど、法の網の目をぽぐる業者と当局の攻防が続いています。税金ワースト1位の申告漏れ。実態、税務の視点で見るとこの業界は国税庁にとって最大のターゲットの一つです。国税庁の所得税及び消費税調査等の状況では、キャバクラなどのバーカバレー業種が1件あたりの申告漏れ所得金額でしばしば全業種1位に輝きます。直近のデータでは1調査あたりの申告漏れ額は約4000万円を超え、他業種を圧倒しています。その背景にあるのが補足率の低さです。現金商売であるため売上の除外が容易であることが一因です。しかし近年はクレジットカードや QR 決済の履歴から外堀を埋められるケースが増えています。さらに
キャストに支払う報酬の源泉徴収も大きな論点です。所得税法第204条に基づき、ホステス等の報酬からは一律 10.21% を転引きし、店側が納税しなければなりません。この処理を怠り、単なる外注費として処理して消費税を不当に低く抑えようとする行為に対し、税務署は極めて厳しい姿勢で臨んでいます。結び、夜の経済の行方、法律のグレーゾーン、巨額のキャッシュ、そして複雑な税務、キャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、これらは単なる娯楽の場ではなく、日本の経済と人間の欲望、そして法の支配が交差する最も人間臭いビジネスの最前線なのです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。